皆さんこんにちは、フーディーボーイです。以前札幌でコスパ最強のお店を寿司以外のジャンルにあえて絞って紹介しました。ですが今回はこのチャンネルの視聴者さんも大好きなお寿司だけを紹介します。やはり札幌といったら多くの人が美味しい海鮮を堪能したいと思って旅行していると思います。なので贅沢をしたい人向けに高級なお店から安くて美味しいお店を探している人向けに回転寿司までなるべく幅広い価格帯で行ってみました。実際に札幌のお寿司屋さんって何がどれぐらい美味しいの？どんな料理が出てくるの？と気になっている人はぜひ最後まで見ていってください。それではお店を紹介していきます。1軒目は二の蔵さん。詳しい人は聞いたことがあるかもしれませんが、寿司の蔵さんという超予約困難店の姉妹店となります。寿司の蔵さんは独創的な料理が有名で、食べログ100名店にも選出されていて大変高評価のお店です。予約を取ろうと思ってもそう簡単には取れませんが、こちらの二の蔵さんはまだ予約が取りやすくなっているので超穴場のお店です。そんな二の蔵さんのいいなと思ったところを3つ紹介します。1つ目が唯一無二で独創的なメニューがあります。せっかく札幌に来たからにはここにしかない唯一無二的なものを味わいたいですよね。寿司の蔵さんも二の蔵さんも通称変態寿司と呼ばれているそうで、従来型の江戸前寿司とは全く違う独創的なメニューを食べられます。詳しくは後ほど食レポとともに紹介します。ちなみに出されるネタはほぼ全て熟成されてから提供されているそうです。なので以前紹介したこちらの熟成寿司のパイオニア寿司木村さんを彷彿とさせられますね。どうやら熟成した寿司を変態と表現する方々が一定数いるみたいですが、ねっとりと舌に絡みつくような食感で官能的な味わいという意味だと僕は理解してます。2つ目が雰囲気が抜群です。デート向きのお店だなと思うぐらい間接照明とシックな内装がおしゃれです。ちなみにこちらのお店はもともと酒の貯蔵庫として使っていた場所に立っているらしいのですが、その後このように改装されているそうです。なので席数も少なくプライベート感も満載です。3つ目のいいところはコスパが最強です。コースはお任せのみで全部で20品ほど出てきて12,100円となります。その中には山幸さんという有名な仲卸さんのトロや北海道のウニといった高級食材もしっかりと組み込まれています。1回のお食事代と考えたらお高く感じる人もいると思いますが、これだけの品数や良質な食材に加えて超高級感のある雰囲気も踏まえたらかなりお得だと思います。東京の高級なお寿司屋さんである程度食べ慣れた人を連れてっても満足度は高いのではないでしょうか。ですがいくらお得だと言っても具体的にどれぐらい美味しいのか気になっている方もいると思います。なのでそんな二の蔵さんでその日食べたメニューをいくつか紹介します。まずはネギマ。こちらはこのお店のスペシャリテですね。ネギマといったら焼き鳥のイメージだと思うので少し混乱した人もいるかもしれませんね。どういうことかというと、トロとシャリの間にネギが挟んであって、江戸時代にあったネギマ鍋というマグロとネギの鍋をモチーフにした一品となっております。ちなみにこちらのマグロは漬けにしてあって、トロトロの食感で溶け出した油が漬けだれと混ざり合ったコクのある味わいです。また上には黒胡椒がかけられていて、ネギと相まって爽やかに仕上げられています。これは普通のお寿司屋さんでは食べられないですね。次は数の子。こちらはトリュフとチーズを混ぜてあります。一見聞いたこともない組み合わせですが、これが抜群の相性でした。数の子の塩味と旨味がチーズによってまろやかにまとめられていて、そこにトリュフの芳醇な香りが後から乗っかってくるといった感じですね。病みつきになる味なので大好評だそうで、テイクアウト販売もしているみたいですね。次は白子。こちらもこのお店のスペシャリテですね。これがすごい画期的なメニューで、白子のフライを揚げないで再構築した一品となっております。どういうことかというと、冷たい白子の上にカリカリのパン粉とチーズをかけていて、チーズをかけることでまるで揚げ物かのような油分を加えています。またチーズ独特のコクのある旨味と白子の旨味の組み合わせも抜群です。しかもそれだけではなく、白子は低温で特殊な火入れをしているそうで、プリプリかつトロトロクリーミーな食感です。もはやお寿司屋さんのレベルを超えていますね。次はヤリイカ。こちらも名物ですね。隠し包丁を入れた後に食用ゴテでさっと焼き目をつけています。香りは祭りの屋台とかでついついお腹が空くような焼いたイカの懐かしい感じがします。そして味わいとしては熟成によるものなのか、甘みが生よりもさらにギュッと凝縮されていて、ねっとりとした舌に絡みつくような食感もあって至福の一品です。独創的なメニュー以外にも王道な握りとして出てくるものも最高に美味しかったので紹介します。こちらはマグロの漬け、柵漬け、つまりブロックごと外側だけ軽く火入れした上で漬けています。なので外側の凝縮した肉々
々しい身の旨味が先に感じられて、その後に溶けた油の旨味が来て、最後に爽やかな酸味が抜けていくという段階的な旨味で食べ応えが抜群でした。次はイシダイ。こちらはかなり熟成しているからか、もちっとした歯触りの後にねっとりとした食感を感じます。そして味わいとしてはこちらも段階的な旨味がありましたね。最初に油の旨味が来て、その後にシャリと混ぜ合わさった旨味を感じて、最後にイシダイ特有の磯の香りが鼻から抜けていく感じです。全国探しても寿司の倉さんと二の倉さんにしかないであろう、唯一無二のつまみや熟成の効いた完成度の高い握りを堪能してみたいという方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。2軒目は金寿司さん。こちらはなんと昭和9年にオープンして創業88年となる歴史ある名店です。食べログ100名店にも選出されています。こちらは雰囲気が町寿司といったカジュアルな感じの代わりに、先ほどよりもさらにコスパが最強と評判です。どれくらいコスパがいいかというと、まずこちらの店主さんはミシュラン一つ星の名店寿司膳さんで修行された経験もあり、江戸前の技術をベースに創意工夫を凝らしたお寿司が食べられるのでクオリティは高いです。それでいて一番高いコースでもなんと6050円までで、一番安い握りセットなら1650円から食べられちゃいます。しかもメニューの種類が豊富で、全部で6種類もあるので幅広い価格帯かつリーズナブルという超良心的なお店です。いろんなお財布事情の方でも行きやすいのはありがたいですね。そしてコスパ以外にもこちらのお店は柔軟な対応をしてくれるのもありがたいです。お任せコースは6050円と4400円の2種類あって、基本の12貫は内容が一緒ですが、そこから4貫追加されるかどうかが違うみたいです。なのでまずは4400円のコースを頼んでから、余裕があればさらに4貫が追加という形で6050円の方にグレードアップするという柔軟な選び方ができます。その日の気分や調子で食べる量を決めたいアラカルト好きな人は、あらかじめ固定のコースに設定されているお店よりもいいかもしれませんね。また昼から通しで営業されているので、予約時間にも融通が利くのでありがたいです。他にもこちらのお店はもともとは地元の方々の法事や会食などが中心だったそうで、カウンターだけでなくテーブル席も多くあって予約しやすかったり家族連れでも行きやすいのもいいですね。そんな金寿司さんで肝心の握りはどんなものが出てくるのか、いくつかいただいたメニューを紹介します。まずはタイ。こちらは皮付きで出てきます。皮がついていて皮下脂肪が乗っているからか油たっぷりで旨味が強かったですね。ちなみに皮は油脂も、つまり皮の表面だけお湯で火入れしています。そして見ての通りシャリの沈み方が美しくふわっとエアリーな握りです。ちなみにシャリは開かずのパンチとかは全然なくて、上品な酢加減で温度は人肌ぐらいです。エアリーな握り方と相まって香り高く完成度の高いシャリですね。次は甘エビ。こちらは金寿司さんのスペシャリテですね。エビや甲殻類好きにはたまらないメニューとなっております。甘エビが濃密な甘さでそれだけでも美味しいのですが、エビ味噌の塩辛がタレとして下に引いてあって、これを軍艦で拭き取るようにしていただくのがたまりません。濃厚なエビの旨味パラダイスが最高ですね。どうやらフランス料理のソースをバゲットで拭き取るのを寿司でもやってみたくて考案されたそうです。次はホッキ貝。こちらは北海道らしい素材ですね。網焼きにしていただきます。軽く炙ることで香ばしさだけでなく甘みが増幅します。またほんのりとした焼きの苦味と対照的なので、さらに甘みが強調されますね。肉厚でブリブリなので、噛めば噛むほど貝の磯の香りと旨味が溢れていくのも最高ですね。ちなみにホッキ貝は栄養価が高く生命力も高いのだそうです。生き物そのものの生命力が高いと、それを食べた人間もその影響を受けるそうなので、巡り巡って体に、つまり実質0キロカロリーと言えるでしょうか。次はヤリイカ。こちらは2年間漬けた青唐辛子を乗せることで、まるで味噌のような発酵の旨味がイカの甘みに上乗せされています。ピリ辛と言いつつも新芽生姜より全然辛くないぐらいで程よいアクセントです。次はホタテ。こちらはなんと包丁で軽く切れ目を入れてから手で裂いているそうです。これはこだわりポイントだそうで、繊維に逆らう感じで切っていないのでほどけるような食感になっています。ホタテといったらプリプリの歯ごたえのイメージでしたが、これならシャリとよく混ざり合いますね。次はトロ。こちらは横側だけを炙って大根のたまり醤油漬けをシャリとの間に挟んであります。トロ自体は油も乗っていてふわふわトロトロの食感で最高に美味しいですが、大根がその美味しさをさらに増幅させる仕掛けになっています。どういうことかというと、大根の歯ごたえがちょっとあることで咀嚼する回数が増えて、よりトロの美味しさを感じられます。なので溶けるようにすぐなくなってしまったという虚しさはなく、油がしっかりと口の中で溶け出していて旨味の余韻も長く感じられます。次はブリ。こちらも先ほどのホッキ貝と同じく網焼きで炙っています。半
半生よりも生に近いぐらいの程よい火入れで、香ばしさと口どけのいい油が脳を突き刺すような刺激的な味わいです。次はタコ。こちらは40分間もマッサージしてからほうじ茶で炊いているそうです。そうすることで歯ごたえがコリコリしすぎず、柔らかすぎず、シャリと混ざりやすいぐらいのちょうど良さになっています。またほうじ茶が上品な味付けで、タコ本来の旨味をしっかりと感じられます。改めてこれほどのクオリティの寿司が6000円以内で食べられてしまうのはすごいですね。北海道らしい素材で肩肘張らずに落ち着いてクオリティの高い握りを食べてみたいという方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。ここから2軒は北海道の回転寿司では超有名なお店、根室花丸さんとトリトンさんを紹介します。有名すぎてわざわざ教えてくれなくても知ってるよという人も多いかと思います。ですが今回はあえて行ったことがない人向けに、実際に札幌の回転寿司はどれぐらい美味しいのかというのを僕なりの目線で食レポも混ぜながら紹介していこうと思います。実際に両方とも1時間ぐらい待つこともザラというぐらいかなりの人気店なので、本当にそんなに並んでまでして行く価値があるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。待つ際には店舗の前で列に並ぶ必要はなく、順番になったら呼び出されて、それまでは好きにしてていいというスマートなシステムではあります。とはいえ旅行で来ている人は貴重な時間を1店舗の行列に費やしてもいいのかと悩む人もいるでしょう。ですが僕はどちらのお店も長時間待ってでも行く価値があるお店だと思いました。そう思った共通の理由を3つお伝えします。1つ目が魚が凍っていないからです。回転寿司といえば他のお店では解凍が十分に終わっていない海鮮シャーベットかよと言いたくなるぐらいシャリシャリの冷たいものが出てくることも正直ありますよね。寿司において温度がいかに重要かはこちらの南波さんという高級店の動画を見てもらえればお分かりいただけるかと思います。そこまでの緻密な温度管理とは当然いかなくても凍ったネタは出てこなかったので、食感と味覚ともにしっかりと味わえました。実はこちらは冬の時期に行ったので、その時期なら外に置いておけば自動的に冷凍されちゃってそうな寒さでしたが、そんな環境でもちゃんと適温に管理できているのはすごいですね。2つ目が大ぶりなネタで食べ応え抜群だからです。油の乗りやネタの大きさは抜群のものがいくつかあって満足度は高いですね。例えば花丸さんなんかは二段寿司というお得なイベントまでやっています。特定の寿司ネタが2枚重ねになるということみたいですね。これによって高級店ほど油の乗りが少なかったりしても量で素材の旨味をしっかり堪能できるようになっていて食べ応えは抜群ですね。3つ目の理由が北海道ならではの素材が食べられるからです。臭みのない新鮮な白子、油の乗った新鮮なサーモンなどの北海道ならではの素材を楽しめるのは旅行してる人からしたらありがたいですよね。ちなみにトリトンさんでは北海道産のメニューはわかるようにパネルでマークがついていてわかりやすいですね。もちろん花丸さんも文言で産地が記載されていて北海道のネタなのかわかるようになっています。こういう工夫は旅行者だけではなく、せっかくお寿司を食べるなら新鮮なものを食べたいと考えているであろう地元民の方にも嬉しいのではないでしょうか。具体的にそれぞれのお店で食べた特に良かったメニューをいくつか紹介します。まずは花丸さんから紹介していきます。一つ目が縁側。こちらの縁側は肉厚な上に炙ってあるので溶け出した油と醤油が混ざったドロッドロの液体が舌に絡みついて旨味もしっかりとある悪魔的な美味しさですね。次はカニ味噌。こちらはさすが北海道だからか旨味が超濃厚です。よくカニの旨味が薄くていまいちカニを食べたんだか食べてないんだかよくわからなかったという感想になっちゃうものもあると思います。ですがこちらは旨味の強さのおかげでそんなことは全くなくて食べ応えが抜群ですね。次はトロタク。こちらも本マグロの濃密な旨味がたまらないですね。またマグロが全然水っぽくないのでトロトロとした食感もいいですね。脱水などの処理をちゃんとしている証拠でしょうか。次はホッキ貝。ホッキ貝は軽く火入れするとぬめりや臭みもなくなって代わりに甘みが強くなるので、こうやって炙る一手間で本当に違いが出ますね。身も肉厚で回転寿司クオリティとは到底思えません。ちなみに今回はミレド店という待ち時間が少なくて穴場の店舗に行きました。札幌駅の駅ビル内にある JR タワーステラプレイス店なんかはアクセスが良くていつも長時間待ちです。駅ビルよりもアクセスは多少劣るかもしれませんが、それでも札幌の中心部にあるので待ち時間の差を考えたらこちらの方が利便性はいいかもしれません。また花丸さんといえば東京にも店舗があるので知っている人も多いかと思います。僕も東京の店舗には何回か行ったことがあります。ですがやはり輸送期間やコストの問題からか鮮度やネタの大きさが全く違うように感じました。なので東京で花丸さんに行ったことある人もぜひ一度こちらの本場札幌でも花丸さんで最高の回転寿司を体験してみてはいかがでしょうか。
次はトリトンさんで食べて特に良かったメニューをいくつか紹介します。まずは本マグロの中トロ。こちらも先ほどの花丸さんのトロタクと同じく、全く水っぽくない上質なマグロでした。しっとりとした食感で温度も程よいので、じわじわと溶け出す油の旨味をしっかりと感じられます。次はタチ、白子のことですね。これは最高に美味しかったです。食感としては最初はふわふわで幸せな口当たりで、少し咀嚼するとトロトロな白子が一気に口の中を包みます。旨味は濃厚で臭みが一切ない抜群のクオリティですね。これこそ北海道という立地を生かして鮮度が高いことで保てる美味しさなのでしょうかね。次はウニ。まず見ての通りびっくりしたのが色がいいですね。しかも見た目だけじゃなくてそんなに量がたくさんあるわけではないのに、ウニの甘みと旨味がしっかりとあります。後から苦味を少しだけふわっと感じますが、そもそもウニが苦手という人以外はそんなに気にならず十分大満足できるクオリティだと思います。次は生サーモン。見ての通り超大ぶりで肉厚なカットで脂もしっかり乗っていますね。また鮮度と素材がいいからか脂が乗りすぎていてくどいということはなく、上品な旨味で大ぶりでも臭みは全くないので、サーモンで口いっぱいになっても心地いいです。どちらも東京では考えられないほどクオリティの高い回転寿司ですが、正直どちらかを選べと言われてもなかなか甲乙をつけがたいぐらい良かったですね。北海道民の皆さんはどちらが好きですか？よかったらコメント欄から教えてください。以上が札幌旅行でおすすめのお寿司屋さんでした。美味しそうだな、行ってみたいなと思った方は高評価をお願いします。このチャンネルでは旅行で行ってみたいお店や一生に一度は行きたい高級店まで数多くの紹介動画を投稿しています。今後もこのような動画が見たいとか、他のエリアの動画も見たいと思った方は見逃さないようにぜひチャンネル登録をお願いします。またこの活動を応援したいと思ってくれた方は拡散もぜひよろしくお願いします。それではまた。